場が平なら勝負の流れがどう転ぶか予想もつかねえ。ここは確実に土佐剣の打ち筋を見極めなければ。場の流れなら見当はついてたぜ。何？俺が第三元爆弾を見破った時、もしも俺が大車輪を積み込んでなければ奴だけのペナルティだった。つまりあの大車輪は本来必要なかったんだ。まさかおめえ見破られると分かっててわざと積み込みを見破らせ平に持ち込んだのか。平の勝負を分けるのは運、月の流れ。この場で最も流れを持ってるのは神保戦を勝ち抜いた鉄だ。この流れのまま押し切れば勝てる。野上の土佐剣に勝てる。次の朝日が出るまで約20時間、この流れのまま押し切ってやる。素晴らしい。流れを手にするためとはいえ、出だしからこれだけ飛ばせる売人はそういまい。だがな、この速さは小型戦闘機のソロだ。リーチ。このリーチ染めて、しかも大物。想図の本一、町は上目か。いや、この流れなら鎮一三面茶。野上の土佐剣といえどたった一人じゃ俺たち三人の敵じゃなかったな。へえ、鎮一三面ちゃんか。やるもんだな。まあ飛行機ってのは小さきゃ小さいほど離陸直後に最高速度が出ちまうからな。なんだと？だが俺は滑走路を走り始めたばかりの大型爆撃機リーチだ。てめえが鉄さんより大型だと？このリーチ鉄の鎮一よりでかいってのか。いや、ありえねえ。そんな大物テンパイできるはずもねえし、上がれるわけもねえ。俺が平に持ち込んだ以上、流れは俺に。てめえが平に持ち込んだだと？違うね。平に持ち込んだのは俺だ。何？てめえが平に持ち込みたいのが見え見えだったからな。誘ってやったのさ。第三元爆弾でてめえの大車輪をな。だが流れは鉄にあるのに、なんでてめえわざわざ平に。流れは当然出だし小型機のようなものがいずれ上昇飛行を終えた大型機に飲まれんだよ。そして俺は今離陸する。オープンだ。オープンリッチだと？はあ？なんだこりゃ。てめえこれのどこが大型なんだよ。これはただの飲み手じゃねえか。しかも町は中腕短期。中腕は場に2枚切れてる。山に残ってんのは1枚。つまりこいつは俺のイースーチーソー町鎮一三面ちゃんリーチに対して飲み手地獄町、しかもオープンリーチ。こいつ一体何考えてやがるんだ。異常だ。そもそもオープンリーチは町灰だけを倒せばいいのに、なぜだ。なぜ全ての灰を倒す。飲み手を晒して何の意味があるんだ。別に構やしねえだろ、こんぐらい。この打ち回しは異常だ。こいつ揺らしに来たか。くそ、ビビることないっすよ鉄さん。こんなことしてもこいつの当たり牌中腕は山に1枚しかねえ。それに比べ鉄さんは三面ちゃん。確率は3対1で鉄さんが有利。それにこの場だって3対1絶対的に有利。もしも中腕を俺かユウさんが積もった時はがめちまえばいいんだから。てめえ何がおかしいんだよ。確率だとか人数だとか問題はそんな数字じゃねえだろう。なんだと？この中腕まず出ねえだろ。はあ？問題はこの出ねえもんがもしも出ちまったらどうするってとこだ。それが博打ってもんだろ。どうや鉄。まずい。鉄が中腕を積もった時のダメージは計り知れねえ。だが
未だ状況が鉄に有利なのもまた事実。要はどっちが先にどっちの上がり牌をつかむかだ。どうだい、一杯一杯が重くなったろ。この方が場がひりつくってもんだぜ。揺らされている。このオープンリーチ、単なる揺らしかと思ったが、この揺れ半端じゃねえ。流れも点差もあった。安定した場でぶっていたと思っていたが、積もるたびに狭くなってきやがる。こいつは揺らしなんてもんじゃねえ。まるで大地震。しかも互いに積もるたびに中湾に近づいている。じゃあ次に俺が積もるの？いや、ありえねえ。こんな博打あるもんかよ。KOされるな。確率的には俺の三面ちゃんの方が圧倒的に上なんだ。まさか本当に出るはずのねえもんが出ちまうとはな。だから言ったろ、確率だの人数だの数字は関係ねえってな。賭場にいりゃ誰でも一人、たった一人で勝負すんのが博打ってもんだ。そして勝つのも一人、ドン、オープンリーチのみだ。なんてやつだ。こいつでかすぎる。なんてこった。テツさんが土佐犬の上がれるはずのないオープンリーチに振り込んじまった。まずい。これで流れはこいつにいっちまう。これで俺は上昇気流に乗り最高速度に達したぜ。もはや小型機など大型機の敵ではない。一機残らず叩き落としてやる。ロンロンロン、ツモ6000オールだ。くそ、点差があって、しかもこいつ箱割れしてたってのに、あっという間に逆転されちまった。何としてもこいつに行った流れを止めなければ。